皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。さて今夜はですね、私の普段のスキンケアを、ご紹介したいと思います。スキンケアの動画はおそらく1年半ぶりぐらいですかね。35歳の時に美容と健康というこういった動画で、もうメイクが落ちた後の状態で化粧をするっていう流れの動画を、撮りました。今日はですね、メイクしておりまして、メイクをオフしてスキンケアをするという、寝る前のですね、スキンケアについてご紹介したいと思います。私が去年から使っているアイテムがございます。それがこちらですね。この可愛らしいロゴの京の雪という京都のブランドですね。はい、これはなんか桜のモチーフ、桜の可愛いデザインなんですけれども、ここのですねアイテムを去年から2025年から使わせてもらっております。きっかけは当時おかずとか食品をデリバリーするっていうサービスを使っていて、その中のチラシに京のゆきさんのチラシがあったんですよね。で当時私はまだすごく体調不良の波が結構激しかったりして、鍼灸に行ってみたりだとか、食事を相変わらずいろいろと試してみたりだとか、働き方を変えてみたりだとか、いろいろしてた中で、ちょうどその頃新しいちょっと鍼灸師のところに行きまして、でその方がアロマとかね、エッセンシャルオイルっていうんですかっていうのを使ってマッサージも軽くしてくださったんですけど、その時にこういう植物の力をねもらうのもとてもいいですよと、本物の純粋な植物オイルだったりとか、そういうものは肌に浸透して力を与えてくれたりもしますよっていうようなお話があって、なるほどなるほどと思って、帰って数日後にそのチラシを見た時にちょっとピンときたんですよ。というのも京のゆきさんがとてもですね、お肌に優しいと言いますか、食べていいものは肌にも良いだろうという考えのもと化粧品作りをされているというところが書いてあったんですよ。当時は和漢っていう言葉があんまりピンとこなかったんですけど、なんとなく植物の力がもらえそうだなと思って注文したっていうのがきっかけでした。でそこで使っていた時の感動っていうんですか、ちょっと今までいろんな私もエステティシャンだったのでいろいろな化粧品を使ってきましたし、その中でもお気に入りのものだったりっていうのはいくつかあったんで、そんなに感動するってことはあんまりないかなと、割としてるかなと自負していたんです。なんですけれども、非常にですね、本当にお肌が癒されていく、自然の持つ力っていうのをぐんぐんと吸収できている、そんなような喜びがあったんですよね。でちょっとこれは驚きだなというところで今回 PR の動画をね撮らせていただいたという背景がございます。ちなみに私は今年37歳になります。はい、というところでね、日に日に体力の衰えだったりとか疲れ方だったりとかいろいろと変化を感じているんです。見た目も含めてなんですけど、いろいろなねものから力をもらって、無理に若々しくっていうよりは今の自分のいいところが出るようなケアとか生き方っていうのをしたいなっていうふうには思っています。はい、じゃあちょっと早速こちらの、バンドしていきますね。よいしょ。はい、こんな感じです。1年半前と比べてどうなんだろう私。でもなんとなくですけど、1
1年半前、2024年の10月に撮ってたんですけど、スキンケアの動画。その時よりもなんか若干肌が元気になったような気がするんですよね、自分の中で。とか年々キメが細かくなってるような気がしてます、自分の中ではね。はい。で、まず早速こちらのクレンジングオイルです。こちら見えるかな。はい、クレンジングオイル。これがですね、先ほどお伝えした和漢27種類こんな風に入ってるんですよ。いろいろともう美味しそうなね、なんかハーブティーにもできそうな和漢。例えば、イチョウ葉エキスとか。イチョウ葉エキスは保湿して皮膚の柔軟性を保ってくれたりするらしいですね。あと私はとても炎症しやすいんですよ。本当に赤みがすぐ出ちゃうんですけど、この肌荒れを防ぎ、ハリツヤのあるお肌へっていうところでピックアップされてるドクダミエキスとか杉菜エキスとか、お肌の抗菌抗炎症作用があったり、キュッと引き締めてくれたりっていう作用があるもの。あとは山芋ねエキスとか、米ぬかエキスとか、シソとか紅花とか、聞いたことがあるような草花のエキスも入ってるんですけれども、こういったものを京都の嵯峨野というところで採れた天然水に浸して出汁をね取るようにじっくりとエキスを抽出しているようです。こちらにそのイメージ図ありますけれども、でそこに桜エキスもプラスして、で各クレンジングだったらこの8種類の植物オイルっていうのをブレンドさらにしているというところなんですよね。8種類のオイルもよく某お店で買いに行くとなかなかいいお値段するアルガンオイルとかホホバオイルとかマカダミアナッツオイルとかアンズオイル、ローズヒップオイル、米ぬかオイル、椿オイル、オリーブスワランっていうね、本当に一個一個聞いたことあるぞみたいな、そういうオイルがブレンドされてるので、本当に美容液級の美容液グレードのクレンジング、これクレンジングに使っていいのかなってちょっともったいないなって思うくらいの、クレンジングを使わせていただいてます。これはね2プッシュくらいかな。私これをちょっと伸ばして、テクスチャーもすごくね優しくって重たくないです全然。でこれをお肌にもう塗ります。でクレンジングオイルの私洗浄力みたいなものが自分にとっては強いものが今まですごく多くって、オイルじゃなくってもう固形石鹸で2回ぐらい洗ったりとか、あとはミルクを使ったりとか今までしてたんですよ。だからオイルをちょっと使うときは若干最初はね抵抗があったんです。ちょっと洗浄力私には強いかもみたいな。なんですけど成分が今申し上げた本当に植物由来のものしか入っていないので、なんかなんて言うんだろう、全然痛くもないですし、肌が喜んでる感じっていうんですか、本当にスルスルスルっていうね感じでね、美容液を塗りながら表面のメイクを落としてるっていう感じですね。眉毛はちょっとマスカラ塗ってるんでくるくるで、目のあたりもアイライン引いてるのでこんな感じで、で花って年々むくんで大きくなるんですって。なのでちょっと鼻のこの辺をマッサージするみたいな感じで、いつも結構なんかくる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 してますね。今までだったらこんなことねちょっと怖くてできなかったんですよ。本当に私肌が薄いのと、もうなんて言うんでしょうね、本当に赤みが出やすいので、こんなにくるくるしてたら結構真っ赤になっちゃうんですよね。それが
ほとんどならない。あ、優しいんだなこのオイルってすごい思いましたね。ちなみに私は朝もクレンジングオイルしてます。今まで朝水だけだったんですけど、これはもう美容液だって個人的には思っていて、美容液でちょっと余分なベタつきを落としてさっぱりしようみたいな、ちょっと贅沢ですけどね。はい、控えめにプッシュしてます。朝はもったいないので、こんな感じで唇もしっかり落として、顎もしっかり落として、なんと首もねちょっとマッサージ兼ねてこんな風にしたりするんですが、あ、一通り慣れたな、落ちたな、そろそろって思ったらちょっとオフしてきます。はい、戻ってきました。すっきりしました。これだけでもスッキリするんですけど、次はステップ2のですね、洗顔ですね。洗顔はこちらのナチュラルソープ。こちらのナチュラルソープを使います。これはですね、ワクネリ製法っていう、昔ながらの手間暇かけた作りをしているので、お水でもちろん溶かして使うんですけど、なかなかくしゃってなりにくいですし、あとはそういう製法で作ると美容成分をたっぷり入れられるっていう特徴があるみたいなんですね。で、こちらのナチュラルソープは先ほどの27種類の和漢植物エキスの他に桜エキス、そして蜂蜜と三石昆布エキス。蜂蜜はわかると思うんですけど、三石昆布エキスって何かっていうと、肌の保湿力を高めて、くれるというものですね。昆布って水に浸すとトロってするじゃないですか。ああいう感じで肌をなんか守りながら洗浄できるみたいなイメージですかね。これもちょっと泡立てていきたいと思います。私はこのね、こういうネットを使って軽く滑らせて、お水つけて、それだけでも十分な泡が取れます。ちょっと十分すぎるかなってぐらい取れるんですけれども、これで私は顔から首から手までしっかり洗いますね。よくありがたいことに手が綺麗ですねって言っていただけることがあるんですけど、割と手もですねしっかりと洗って保湿してますね。こんな風に気持ちいいなんか本当に全部優しいんですよね。テクスチャーがすごく、もちろんピリつかないし突っ張らない。私さっきクレンジング終わってしばらくなんかお話ししてたので、何も化粧水も保湿もしませんでしたけど、全然突っ張らないんですよ。少し時間を置いてても。で、この石鹸もそうで、すごい気持ちいいなんて言うんですかね、本当にスキンケアってセルフケアじゃないですか。自分をいたわる時間、その時間に何を使うかってどんな心地になるかっていうのってかなりその日の一日とか自分の疲れとか気持ちに左右するんじゃないかなって思ってるんですけど、本当になんかね、パワーをもらってる感じがねするんですよね。なんかもう力が抜ける。私休むのがすごく苦手な人間なんですけど、今日の雪に出会ってから、これで一日終わりだな、よく頑張った、気持ちいいっていう、なんか区切りがつけやすくなった感じです。流れで洗うんじゃなくて、しっかり気持ちもオフしてるって感じですね。こんな風に顔全体
包み込んで、お疲れ様って、あーお疲れーっていう気持ちでね、本当にこうクリーミーで優しいので、しばらくこう守られてたいんですけど、これを、このせっかくなんでこの手もしっかりと洗います。で、首もね洗ったりするんですけど、しっかりと洗いましたら、もちろんこれ体も洗えますので、泡が残ってる限りいろんなとこ伸ばすといいと思います。で、またオフしてきます。はい、戻りました。気持ちよかったです。で、次はステップ3ということで、こちらのですね、マッサージクリームですね。これを使います。これ私大好きで、なんと定期便でこの大きいバージョンをね買ってるんですけど、こっちが 120g、 これもなかなか量がずっしり入ってるんですよ。こんな感じでね、ずっしり入ってます。よいしょ。なんですけど、この2倍以上入ってるものを定期便で頼んでます。よいしょ。で、この間定期便に来てストックがいっぱい。こちらはですね、マッサージクリームっていう名前からだとちょっと意外なこう見た目、ルックスをしてるかと思います。このね、ちょっとシャリシャリした感じ。シャリシャリしてるのはお塩が入ってます。イソジオっていうすごくきめ細やかな細かいお塩入っていて、もちろん27種類の和漢の植物エッセンスも入って、桜エッセンスも入ってます。そこにイソジオとガスールっていう天然の粘土、クレイですね、が入っております。あとは石鹸と同じように蜂蜜と三石昆布エキスも入ってます。で、これは必ずお顔が濡れた状態で使っていただくんですね。使い方は、濡れたお顔にさくらんぼ台取ってちょっとこうやって伸ばします。なかなかね伸ばすのが難しいんですけど、なんとなくでいいので伸ばしていただいて、でガスールっていう粘土、天然の粘土と、あとはなんだっけ、イソジオが入っているので、角質のこう汚れとかをしっかり吸着してくれます。それだけではなくて保湿成分も入ってるので、洗い上がりはもっちり、そしてさっぱりします。で、これをね、こするのではなくて、マッサージといって伸ばすのではなくて、押して離して押して戻して押して離してを繰り返します。もうちょっとね、お水があった方がいいかもしれない。これはハッカとアトラス山脈原産のオイルが入っていて、すごくリラックスする香りなんですよ。スーっていうハッカの匂いの中にちょっとこう甘み、ウッディディープな匂いがしてですね、とてもこうマッサージしながら匂いにも癒されていく感じ。私これ大好きでですね、これをすると、一日が終わるなぁ、もう力抜けるなぁみたいな、そんな感じになります。これはね、1分ぐらいかなしていただいて、で、私は手もやります。手も頑張ってるのでね、毎日手もやったり、首もマッサージしたり、とにかくこう体のいろんなところ、お顔だけじゃなくて、
深呼吸自然とできるんですよね。なんかね、1分も経ってるかな。目の周りはねちょっと避けた方がいいということなのでご注意ください。これを優しく洗い流してきます。はい、洗い流してきました。どうですか？すごいなんか一段明るくなった感じしませんか？肌がパッとこう明るくなる感じ。これがなんかすごく嬉しくって楽しくって、なんかこう自分の感覚としても見た目もすっきりしたなーっていう感じで、結構ね病みつきになるマッサージクリームだと思います。これはね、なんとリピーターの 81% の方が6年以上愛用してるというデータがあるそうで、6年ってすごくないですか？6年使い続けたアイテム何かあったかなって思うくらい、でもちょっとね気持ちはわかります。これは本当にこうスクラブとかそういうカテゴリーではなく、一日をリセットしてくれたりとか、本当にこう気持ちいい、言葉にすると簡単なんですけど、一つのこうスキンケアアイテムのワンプロセスにぜひ皆さんも取り入れてみていただきたいなと、ちょっとこの爽快感味わっていただきたいなっていうようなものですね。はい、で次が、保湿になります。今日のゆきさんの保湿はもうワンステップなんですね。こちらのリカバリージェルクリーム、いわゆるオールインワンジェルのことですね。こういうねとろっとした雪のようなこう真っ白なジェルです。で、私オールインワンジェルってあんまり信用してなかったんですよ仕事柄って言ったらあれなんですけど、いろいろなオールインワンジェルを試してきたこともあって、やっぱり化粧水から美容液、乳液、クリームがいいなって思っていて、それも別に間違いではないと思うんですけど、こちらのリカバリージェルクリームっていうねクリームはちょっと普通のオールインワンジェルとは全然違うなと思いました。つけた時になんて言うんでしょうね、こうお肌がもう余すことなくこのリカバリージェルクリームをゴクゴクゴクって飲み切る感じです。で、このリカバリージェルクリームは27種類の和漢植物エキスと桜エキスの他にオクラエキス、京都で採れた大きなオクラのエキスだったりとかパール、あとは三石昆布エキスも入っているということで、なんか本当にオクラってとろっとするじゃないですか。ああいうなんか優しい粘り気でお肌が保護されてるなっていう感じがしますし、なんて言うんだろう、この塗った時のなんて言うんですか、何もこう肌が嫌がらず全部ウェルカムしてくれる、吸収される感じっていうのは、これもまた私正直初めての感覚で、今までいいなと思っていたクリーム、それももちろんいいんですけど、ちょっとこうなんて言うんですか、感覚が違う、どんなテクスチャーか、肌にとってどういう摩擦だったり吸収だったりっていう説明の仕方が今まで試したアイテムとは全然変わってくるっていう、そんなイメージですね。これはね気をつけていただきたいポイントがあって、私みたいに乾燥するからって言って一気に取って一気に塗るとあまりよろしくなくてですね、薄く塗って、でそれでもちょっと乾燥心配だなと思ったらもう一度薄く重ね付けをするというやり方の方が肌に浸透しますので、一気に取って塗らないようにご注意ください。リカバリージェルクリーム、これでもうおしまいです。保湿なので朝すごく楽ですね。やっぱステップが多いとスキンケアも楽しいものがちょっとめんどくさくなっちゃったり、場合によっては苦痛になっちゃうんですけど、もう保湿これだけってなるととっても気が楽ですので、忙しい方にもおすすめです。で最後は
まだもうちょっと肌に張りが欲しいなとか元気欲しいなという時に、こちらのオリジナルエッセンスというものを使っていただけるということです。こちらはですね、2プッシュくらいかな、出していただいて、気になるところに塗ると、テクスチャーはね、リカバリージェルクリームよりも少し軽い感じですかね。私はそう感じました。でも本当に伸びが良くってスルーって浸透する感じはリカバリージェルクリームにそっくりです。でこちらは27種類の和漢植物エキスと桜エキスの他に、高麗人参エキスですね、お種人参とブドウ種子エキスっていうのが入っているというところで、肌に活力を与えてくれるそうです。はい、それで今回はですね、ひろみボイスと京野駅さんの特別コラボキャンペーンということで、なんとこちらのですね、私も大好きなマッサージクリーム 120g、 こちらの 120g のマッサージクリームが 20% オフになります。それだけではなくて、今回こちらのクレンジングオイルのミニサイズ、ナチュラルソープのミニサイズ、これ結構持ちますよ。リカバリージェルクリームのミニサイズ、こちらの3点もお付けして、こちらのマッサージクリームが 20% オフになります。つまりこちらを買っていただくとスキンケア一式お試しいただけるという内容を作っていただきました。ぜひね、一通り使っていただきたいので、気になる方は概要欄の URL をチェックしてみてください。本当におすすめです。気持ちいい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひね、気になった方はチェックしてみてくださいね。で、最後にちょっと余談、最近私がよく考えていることをお話ししたいなと思います。冒頭に鍼灸師さんにこんなこと言われましたっていう、お話をしたかと思うんですけれども、以前ですね、結構前ですけど、私が体をちょっと整えようと思ってエクササイズみたいなことを一生懸命探していた時に、体のことのよく知っていらっしゃる方、なんていうのか、栄養学のプロと体のプロみたいな方の対談のインスタライブか何かかな、聞いてたんですよ。でそこでおっしゃってた時に、なるほどって思ったのが、世の中にはね、ビタミン C とか D とか E とかミネラルとか、いろいろな成分っていうのが私たちも耳にするくらいよく広まってるし分かってきているんですと。だけど例えば玉ねぎだったらもっともっと細かい栄養っていうのが分かってきているし、もっともっとあるんだと思うと。つまり今分かっている栄養素だけをピックアップして、それさえ取っていればいいということではないと。玉ねぎにはもっと私たちが知らない、まだ解明されていない栄養とかあるし、もやしにもあるし、キャベツにもあるしと。なのでこれさえ取ってればいいということではないので、バランスよくっていう言い方にはなると思うんですけど、取りましょうみたいなことを確かおっしゃっていたんですよね。であるいは数年前にノーベル何学賞かちょっと忘れちゃったんですけど、ノーベル賞を取られた吉野さんだったかなっていう方が記者会見とかで若者へのメッセージありますかだったかな、そういう質問された時にとにかく自分が興味のあること、気になることがあったらどんどん調べてくださいと。なぜなら私たちの体で分かっていることってほんの 10% ぐらいだったかな、とにかく少ないんですと。まだまだなんかよく分かっているような感じがするけれども、そんなことはないと。なので
あなたが持った興味、その探求心のその先に新しい発見があるかもしれないみたいなことを確かおっしゃってたんですよ。もし全然違ったら申し訳ないんですけれども、私の記憶によると、そういうようなことをおっしゃってて、その2つに共通することとしては、分かってないことが多すぎるんだっていうことと、なんていうのかな、野菜だったり、他のね植物もそうですけど、まだ出会っていない、まだ解明されていない未知の力っていうのはあるんだろうなっていうのはちょっとね思ったりするんですよ。それはなんか人間の体にも言えると思っていて、なんかいろんなものを試したけど良くならなかったけど、なんか住む場所変えたらその土地の気候が合っていて喘息が治ったとか、そういう話も以前テレビでね、私は海外に移住する家族の話とかがちっちゃい時から大好きで、よく見ていたシリーズものの中にいらっしゃったんですよ。日本ではもう本当にずっと体が重たくて、持病がいっぱいあったけど、ベトナムかどっかに嫁いだら、湿度がすごく高くて、これが良くて、なんかもう見違えるような美しい人になってたみたいな、どこまで本当かはわからないですけど、なんかなんていうのかな、まだ我々の常識にはなっていないし、科学的な根拠もデータがそこまで集まっていないけど、なんかそういうことってあるのかなっていうのはね、ちっちゃい時から感じていましたし、そういうインスタライブだったりとか、いろいろな人の発言とかっていうのを通して、感じることがあるんですよね。で、私も本当に2023年くらいから、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、本当に副鼻腔炎とかね、いろんな不調とか事故とかあったりして、とにかく体がうまく循環してないっていうんですかね、なんかどっか詰まってアラート出てるなみたいなところがすごくあったんですよ。で、それがいろんなお医者さんに行ったりとか、いろんなことをしてわからなかったし、治らなかったんですけども、いろんなものを整えていく、でいろんな自分の人生を振り返ったりなんかにしていくうちに、なんか少しずつその循環方法が分かってきたような気がする今日この頃なんです。このあたりはメインチャンネルひろみボイス ASMR の限定コンテンツ、メンバー限定コンテンツで、お話をさせていただいているんですけれども、何が言いたいかというと、なんていうのかな、とにかく自分を保ったりとか、自分のいい状態をできるだけ長く維持したりとか、落ちちゃっても崩れても立て直す力を持つためには、土台が整っていることが一番理想ではあるんですけど、そこを本当に耕したり整えたりっていうのがすぐにできることではないと思うので、その日々の中でいろいろなものから自分を支えてくれる要素をもらうってことがとても大事じゃないかなって思うんですよ。それが憧れの人の歌だったり、なんか好きな景色だったり、匂いだったり、愛犬と戯れるとか猫と戯れるとか、ピアノ行くだったりとか、なんか美味しいものを食べるとか、いろんなことがあると思うんですけれども、今回京野由紀さんと出会ったことによって、そうかと、スキンケアっていうのも一つ自分を支えてくれる一つのきっかけだなって。もともとスキンケアは好きだったんですけど、なんていうのかな、やっぱり植物が持つ力っていうのはきっと、これは私の勝手な予想ですけれども、まだわからないことたくさんあるんだと思う。お野菜と同じようにっていうのはなんかすごく感じていて、そういうセルフケアの一つに、どなたかの一つになったらいいなとも思いますし、セルフケアの方法っていうのはいくつでもあった方がいいと私は思っているので、いろいろなものから力を借りたりパワーをもらったりしていきたいなと。人と人は支え合うって言いますけれども、人だけじゃないと思うんですよね。
匂いだったり思い出だったり言葉だったりスキンケアのプロダクトだったりいろいろなねものにも支えられているはずなので、そういうアイテムが1つでも2つでも3つでも増えるってことはとってもいいことなんじゃないかなと思います。はい、そんなことをちょっと今日思いましたので最後に追加させていただきました。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様どうぞご自身を、大切にいたわりの時間を忘れずにお過ごしください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。